Hey guys, this is Okinawa Snap Tapes. I'm Taizo from Basement Navigation Okinawa. はじめまして、ベースメントナビゲーション沖縄の泰造と申します。この度、沖縄スナップテープスからオファーをいただきましてインタビュアーを務めさせていただくことになりました。よろしくお願いします。そして、今回インタビュー企画の第1弾ということで、栄えある第1回目のゲストは沖縄を代表するガールズハードコアバンド090の皆さんをお迎えして、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速ですがバンドについてお伺いしていきたいと思います。090の皆さん、090結成からどのくらい経ちますでしょうか？はい、私たちは2019年から活動を開始して今年で5年目になります。今年の9月からメンバーチェンジがちょこちょこあって、今年の9月から新しくエリナちゃんにベースを弾いてもらうことになって現在も活動しております。はい、新メンバーエリナちゃん加入してから何度かライブされてきたかと思うんですけれども、はい、どうですか？馴染んできたなっていう感触はあったりしますか？結構1回目の練習から何の心配もないなっていう気持ちになったっていうのが馴染んだっていうかそもそも違和感がないそうなんですよねそうですね、はい、1回目のライブも多分僕も見てるんですけど同じ感想抱きましたねそうなんです。本当になんて言うんだろうな、結構やるって言ってくれたところから初ライブまでの期間っていうのはちょっと短いではあったんですけど、もう速攻で曲も覚えてくれて、でスタジオをね4回ぐらい入ってそうですねすぐライブって感じでした、はい、結構怒涛な展開だったと思うんですけど、加入されてから先日レコーディングを終えた、もう早速レコーディングを終えたっていうふうにお話を伺ってるんですけども、その辺についても伺ってよろしいでしょうか？はい、レコーディングはですね、ちょっと私たちの腰が重いっていうのもあるんですけど、なかなかこのレコーディングをしないで今までずっと過ごしてきてっていう流れだったんですけど、沖縄スナッフテープスのジェイソンの方からうちで撮らないかっていうお声掛けいただきまして、やるかっつってね、そうですねやっちゃおうか一回やったんですよ。一回やったんですけどボツになりましていろいろあってボツになってそうですね、 CD も音源もないまんま東京行ったり大阪行ったりなんやかんやっていうのが続いててちょっと良くないよなと思って、今年こそはと思って、ちなみにレコーディングを終えて手応えとかはありますか？まず思ったのが思ったより早く終わったっていうのが結構衝撃的でそうそう、予備日含めて3日撮ってたんですけど、初日にドラムレコーディング、次の日にギターベースで最後の3日目にボーカルを撮ろうっていう話だったんですけど、まず初日のドラム1時間だったもんね。1時間だ、セッティングとかも含めての1時間で終わってマジかと思って私もなんかドラムでちゃんとレコーディングするのが初めてで、10時から4時ぐらいまで6時間これで足りなかったら次の日も頑張ろうみたいな感じだったんで、あれみたいな、あれだったよね、本当にあれだった、終わりってなって、終わったみたいな、天才っつってそのままドラム終わって、はい、で次の日にじゃあギターベース取ろうかっつって、ギターはちょっと音作りも含めて結構いろいろああでもないこうでもないしたり、機材あれじゃないこれじゃないしたりしたんですけど、それでも2時間ではなんとか終わって、そのままベース取ろうっつって、ベースも1時間ぐらいで終わったもんね。結構早く終わりました、ね、そう、爆速で終わっちゃって、じゃあもうボーカルも取ろうかってなっていいよーっつって半日で終わったのかな、この全部合わせても多分12時間以内では終わったかなっていう。だいぶ巻いちゃったんですね。そうです、3曲取ったんですけど、でもそれ自体はすごいいいことですよね。やるやんうちらってなりましたねちょっとおってなりました。ちなみにこの出来はどうですか？めっちゃいい感じだと思ってるんだけど、初めてにしてはっていう感じじゃないですか？ちゃんとした音源を今まで持ってなくて、もう YouTube に上がってるライブ映像だけだったので、なんというかその日のテンションによってのなんか速度のばらつきだったりとか結構いろいろその時楽しんでるっていう点では全然いいんですけど、ちゃんと作品作りとしてやろうってなってからはかなり手応えを私は感じています。初めてだから比べようがないんですけどね、また2回目以降もきっとレコーディングは
キットじゃないやるので、その時にまたクオリティを上げるなりなんなりしていきたいなとは思ってます。今回の録音した音源、多分楽しみにしている人たくさんいると思うんで、はい、期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。ちなみに前回はインドネシアのレーベルからデモテープを出してるんですけど、今回のリリースっていうのはどういうふうに考えてますか？もう自分らで勝手にサブスク出したり CD 出したりしちゃおうかなっていう感じですね。ちなみにいつ頃とかって決まってますか？年明けになると思いますね。2025年まあ1月2月ぐらいには、はい、出そうかなと。はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、では次の質問に移りたいと思います。はい、次の質問なんですけれども、好きなバンドはということでお話を聞かせてください。お願いします。はい、好きなバンドというと非常に難しいんですけれども、激しいジャンルっていう点で、まず入り口だったのはマキシマムザホルモンです。はい、高校生の時に、軽音部に入ってて、あの時なんか、周りがやってる J-POP とか軽めのロックって言ったら変ですけどちょっとなんか刺激足りねえなみたいなやつをみんながやってて、私もそれをやってたんですけど、この先輩にこんなのあるよっつってマキシマムズホルモンのシミを聞かせられて、これやりたいってなって、もうこれからですね、そこからいろいろメタルとかも聞きあさったりして、でハードコアを聞いたのは090の前身になるバンドがあったんですけど、はい、この活動をしてる時にハードコアのローカルのイベントに、招待してもらって出演したりしてたんですけど、その時にディストロとかをやってるラフテーさんっていう人がいるんですけど、ラフテーさんとかからこういうのもあるよっていろいろ教えてもらって、アイレートを聞いて、はい、うわーやべえこれやりてーってなっちゃって、そこからもうアイレートとかをカバーして、聞きあさりビートダウンを知り、奥が深いなっていう感じで、まだまだ勉強中っていう感じで、結構分かりやすくハードコアなものって言ったらもうアイレート、ブルドーズ、ヘイトブリード、あたりがすごい好きですね。この前身のバンドの頃だったと思うんですけど、多分このアイレートのカバーした時、初披露した時僕多分見てるんですよ。本当ですか？その時サイバーボックスで、そうですサイバーでしたですよね。はい、バーカン立っててつぶやいたんですよ。見たかもしれないですそしたら僕フォロワー少ないですけど、この僕を通してラフテー君が拾って、で世のハードコアオタクのおじさんたちにどうやら届いたらしくてそれなんかちょっと反応が返ってきたのがすげえって思いましたね。よく覚えてます。はい、続きまして多層、一応事前に、メンバーからも好きなバンドっていうことで伺ってるんですけども、そうですね、私もわりかし浅く広くで、ハードコアのくくりで言うと、カオティックとかの方が正直好きだったりはするんですけど、コンバージとかネイルズとか、いいですね、なんかその辺が好きだったりするんですけど、一応ビートダウンで言うと、ディソレイティド、ナスティあたりのわりかしヨーロッパのビートダウンが個人的には好きかな。サークルオブデスとかでで、ニューヨークハードコアだとタライフかな、25タライフっていうのきっとそうだと思う一応その090に入るより前から好きだったニューヨークハードコアっていうと、タライフかなっていうので、最高っすよね。あれはいいですね。曲作りの参考にしたりしてます実はそうで、最近好きなのはセメンテッド・イン・フィアっていうなんかピッツバーグのなんかバンドらしいんですけど、結構ゴリゴリのビートダウンでかっこいいなと思っております。はい、そんな感じです。で続きましてエリナちゃんが、3バンド挙げてもらってますね。はい、じゃあ私も好きなバンドって聞かれて、本当にいっぱいいるんですけど、私めちゃくちゃハードコアパンクが好きなので、ちょっと3つ特に挙げさせていただいて、最初にそれにハマるきっかけになったのが、広島のグドンっていう80年代からやってるバンドに衝撃を受け、もう今に至るぐらいまで
人生に大きく影響を受けてて、あとはバスタードっていうのが、グドンのギターの自虐さんっていう人がめちゃくちゃ好きで、その人がやってるバスタードもめちゃくちゃかっこよくて、めっちゃ私ギター他のナマズってバンドで弾いてるんですけど、めちゃくちゃ影響を受けてます。であとはもうド直球に D ビートのディスチャージ、もうあれ分かるの時間かかったんですけど、もうめっちゃかっこよくてこれだなみたいな、すいません、そんな感じですね。ちょっと簡潔に言いましたけど、なんか3人とも見事にばらけましたね。わかりやすいよね、とってもそうだ、私キティのことめっちゃ言うのを忘れてた。キティもすごい、見た時衝撃で、私が挙げたバンドホルモン以外は全部090カバーしたことありますやりましたそうなんだ。そうですね。私ブルドーズやろうって言い出した記憶がある。そう張本人なんですよ。私がブルドーズ好きだったから、その時やろうよっつってやりました。今はあんまりカバーとかはしないんですよ。カバー封印しましたですよねコピーバンドって言われて腹が立ったのでやめました。そう結構最初の結成の時からヘイトブリードとかをカバーしてやってて、でアイレイトもカバーまたやって、でこの2人がたちが多層が加入してからもね、カバーいろいろ増えて、でオリジナル半分カバー半分みたいな持ち曲になってて、もういい加減カバーやめたらみたいな雰囲気も感じ取りつつ、私もそう思いますって感じだったんで、今回エリナちゃんが加入したのをきっかけに、じゃあ全部自分たちの曲で捨て頃でやってやろうじゃねえかってことでやりました。今は今の形があると思うんですけど、でも活動初期のねカバーとかも僕最初の方も見てましたけど、実は映像残っててそうなんです多分見たい人もいっぱいいると思うんで、もしよかったら出させてください今度。恥ずかしいな一応私頃の090めっちゃ嫌いでなんかめちゃくちゃ語弊があるんですけど、私もなんかハードコアやりたいけどやれないみたいな時期があったりとかして、で090ってやっぱそのコピーとかやっててみんなからも注目されてて、別になんか可愛い女が珍しいことやってるからチヤホヤしてるだけでしょぐらいに思ってた私好きだけど嫌いっていうそのなんか難しい感情がその当時の090にはあったので、そんな感じです。今となっても中の人になっちゃいましたね。そうなんです。ちょっとこれにつながる話なんですけど、090って最初組んだ時がっつりやろうって感じじゃなかったんですよ。月2ヶ月に1回ライブできたらいいねみたいな感じで楽しくやろうぜっていう結構緩い気持ちで本当に始めて、でなんかタイミングが良かったというかなんというか分かんないですけど、注目してくれる人っていうのが結構多く出てありがたいと思いつつ、ムカつくって思う人いるんだっていう衝撃も結構こんなのハードコアじゃないって言ってた本人たちにも多分いたし周りにも言ってました。そう本人にもちゃんと言ってましたアンチが一番の味方だったっていう話ですねはい、では次の質問に移りたいと思います。はい、090の皆さん個人的な印象なんですけど、すごくガールズバンドっていう形態にこだわってるなっていうふうに思うんですけど、その辺についてお話を伺ってもよろしいでしょうか。はい、これは完全に私一人がこだわっていることなんですけど沖縄のローカルのバンドの話になるんですけど、沖縄のローカル、メジャーに行った方ももちろんいるんですけど、3ピースで女の子で激しい音楽をやってるバンドっていうのがいつの時代もいたんですよ、いつの時代もってちょっと語弊がありますけど、私の知る限りだと最初ブリーチ、ブリーチっていうもう海外でもすごい人気が出たもう大先輩、ブリーチがいて、でナイトメアエンジェルっていうバンドがまたいて、こっちもすごく激しい音楽をやっていて、で次にラン・イッツ・トゥ・グラウンド、ランジーですね、ランジーっていうバンドがおって、でレイミダスがやってた横島も最初3ピースだったのねそうっていうこの流れがあって、なんか女の子3人で激しい音楽をやるっていう系譜があるんですけど、私はそれがすごく好きというか、この歴史の中に入りたいっていうちょっと野望みたいなのがあって、でも現役で見れてたのってランジーと横島もあの時4人だったっけな、
もしかしたら4人だったか4な。人だったかな、うんこの辺でしか、生で現場では見れてないんですけど、あれにすごく憧れて、絶対3人で女で激しいバンドをやりたいっていうのがずっとあって、でもうハードコアを好きになったからハードコアやりたいっていうすごくシンプルな理由で女の子3人にこだわってます。はい、ありがとうございます。そうですね、今上がったこのブリーチさんだったりランジーとかもうやっぱ沖縄のガールズハードコアとかではなかったりするのかもしれないけど、確かにかっこいい、もういつの時代も確かに振り返るといましたね。はい、やっぱその憧れというか、そういったこの形態っていうのがあってそうなりたいっていうふうに思ったっていう感じ。そうですね、なんか続いてほしいこの流れっていうのなるほど。がすごいあるんですよ。このだとしたら沖縄っていう島ではい、かっけえ女3人が出てくるっていうのがずっと続いたらいいなみたいなのは個人的に思ってて、なので私たちを見てうるさい音楽やりたいっていう女の子がまた出てきたらいっちゃん嬉しいなと思ってます。嬉しいですね、はい、ちなみにそういう子たちはまだ見つかっ今んとこいないな。まだ知る限りではまだいないのでまだまだまだなので私たちも、ちょっと頑張らんといけないね。そうもっといろんなとこでライブしていろんな人に見てもらう必要は絶対あるなって思ってます。うんちなみに那覇でライブする機会って那覇が年に1回あるかな。今んとこ年1ペースかな、うんうんうん今年も1回去年も1回。講座がやっぱ多いですかねそうですね、そうですねもうホームになってますね、はい講座が一番、うんそうですね、これもうちょっとこれも聞きたいなって思ってたことなんですけど、メンバーの皆さんのこの SNS 上の発言とかからなんですけど、このガールズバンドとして活動していく上でなんかこのメンバーの発言見るとなんかどうやら舐めたやつがいるなっていうのが見て取れるんですよ。なんかあんまりこういう言い方したうんするのは良くないかもしれないですけど、女の子だからっていうことでうんなんかそうやって舐めてんのかなって思うんですけど、なんかそういう風に言われた経験とかがやっぱあったりするんですか？それはもちろんあります。これはもう私たちに限らず多分どそうですねの女性アーティスト、世の女性アーティスト誰しもぶち当たるところだとは思うんですけど、なんだろうな、難しいな、距離感がおかしいなっていう人距離感とか、がおかしかったり、はい私は全然大歓迎なんですけど、このなんかアイドル売りじゃないけど、なんだろうな、アイドル扱いされるのが嫌っていう子たちがいたりとか、性的消費の対象にされたくないみたいな話それは大なのかもきいな、しれないんですけど、あと別に聞いてもないのに機材のことを長だらだらと言ってくる人とかがいたりなんかありがたいっちゃありがたいんですけど、それ本当に男の子にもやるのみたいな扱いをされることは多々あるのかなというふうには思います。みんなでもみんな減ったよねそうではない、親切心でこういろいろそうですねっていうのももちろんあるので、悪意はなかったりするんでしょうけど、全然それをすごい嫌がってるっていうよりは、それを建前うにんなんかちょっと変だなっていうのがたまにいるのでっていうのもあるし、そもそもやってるジャンルが結構マッチョイズムというか、はい、男性の音楽っていうところがあるので、よく思わない人っていうのも一部いたりするっぽいなっていうのはあるんですけど、そこは正直そんなに気にしてなくて、やってたら形になるというか、うちは090がハードコアやってるのはそういうもんだって思ってくれたらいいというか、なんだろう、ちびまる子ちゃんの絵柄でゴルゴ13を描き続けてる感じなんですよ私ははいはい、最初は違和感あるけど、続けてたらこういうもんだっていうか、受け入れてくれるじゃないですけど、なんかそれに対して変なことを言ってくる人っていうのはいないんじゃないかと思ってるので、そこまでこの女だからなんとかっていうのは悲観してはいないです。ありがとうございます。これはそうですね、どうしても聞きたいことの一つでしたね。なんかどう思ってるんだろうっていうのも気になったし、どういう風にしてるのかっていうのも、やっぱ言われて
嫌じゃないですか？わりかしだから最終的に個人的な目標なんですけど、今ガールズハードコアってどこ行っても言われるんですけど、そのガールズハードコアって言われなくなるぐらい女性がハードコアがやることとか、バンドもボーイズバンドって言わないじゃないですか。普通のポップなバンドでもガールズバンドっていうじゃないですか。それがなんだろうな、女性がやることも当たり前なぐらいみんなが当たり前にバンドやったりそういう音楽活動ができるようになったらいいなみたいなのはやんわり持っています。はい、なんかすごく聞けて嬉しかったです。そしてこれ聞けたことによってなおのことめちゃくちゃ応援したいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。はい、では0903に対して最後の質問をさせていただきたいと思います。はい、0903、今後の展望についてお伺いしたいんですけれども、例えば行きたい場所であったり共演したいバンド、もしくは出たいイベントなどあればで、この目標とかを全部というか一個一個達成しつつ、その上で達成したい目標とかがあれば教えてください。行きたい場所っていうのは結構いっぱいある。いや例えばですけど、インドネシアのレーベルからデモテープリリースした関係もあるんですかね。この沖縄スナップテイプスの090の動画なんとめちゃくちゃバズってるっていうことでありがたいことで本当にインドネシアとかどうですか？行きたいですね。東南アジアツアーみたいなのは行ってみたい、行ってみたいね、ね、タイとかパクチー食べれる食べれるベトナムとかそういうとこ行ってみたかったり、海外は行ってみたいっていうのは正直思ってますね。行きたいですもん。私、そうです、2年前に教育実習に行ったんですけど、その実習の時になんかその先生の夢を語ってあげてくださいみたいなやつがあって、その時に私生徒たちにアメリカツアーに行きたいんだよねっていう話をしました。それは叶えないといけないアメリカツアーに行きたい。生徒の皆さんはどういう反応してました？教育実習生なのに将来の夢先生じゃないのみたいな反応されたんですけど、そうめっちゃいいなっては言われました。今ってね、SNS とか、YouTube もそうだし、そういうので世界中の人とつながれるすごくグローバルな時代になってるじゃないですか。だからこの誰とでもつながれるんだったら行きたいんですよ私は、ネットでつながってる人たちのところに直接同じ空間に行きたいっていうのは割と思ってて、タイミングもあると思うんですけど、覚悟も決めないといけないし、簡単に行けるものではないけど、でもやりたいですね。海外に行ってみんなに会うっていうのは、ってなるとやっぱりこうやって意思表示をするっていうのはすごく大事なことだと思いますので、ぜひもう行きたいところ、もっと全部言っとくかヨーロッパも行きたいし、私が好きなハードがさっき挙げたのが、ヨーロッパだった。国内も行きたいところいっぱいあるよね。まだまだ国内もね全然行ってないところ多くて、私たち東京大阪しかまだ行ったことがなくて、どこ行きたいかな。京都行きたいとか、福岡も行きたいし、広島行きたいし、ディクテーターと仙台でやりたいとか、東北もめちゃくちゃ行きたいですね。あとは伊豆サバの地元北海道そうですね、あったりとか、青森のマカブルっていうバンドとこの前東京でやったんですけど、この人たち地元でやったらどんな感じなんだろうとか、ホームで見たい、ホームで見てみたい。だからディクテーターも 2,3 年前に1回沖縄に来てるんですけど、じゃあ地元でやったらどうなんだろうとか、サマーバッシュで一緒だったプレスオンワンヘッドっていうも岩手のバンドも地元で見てみたいなとか思ったりとか、それぞれのだから結構沖縄に地方から来たりとか、東京とか大阪に行った時に各地方から集まってたりとか、でかっこいいバンドがやっぱりいっぱいいるわけで、その人たちの地元でのライブを見たいし、そこで一緒にやってみたいとかはあります。個人的には鹿児島とかも行きたいよね。鹿児島も行きたいですわ。行きたいと。ただ三重も行きたいよ。三重も行きたい。三重、私ひいおばあちゃんの墓があるので墓参りついでに三重に行きたい。三重に行かなきゃいけないな。名古屋も行きたいし、行きたいとこいっぱいありますので、国内外問わず行きたいところありすぎるな。バンドでどこまでも行きたい気持ちはあるっすね。その結果どうなりたいっていうのは正直考えてないんですよ。考えてないんですけど、でも増えたらいいよね
でも友達欲しいよね。そう友達も増えたらいいし嬉しいし、まあ同性でハードコアをやる人がもっと増えたら超最高だし、そうだな、私はこのバンドでいろんな経験をしたいっていうのが個人的にあるので、これまでもバンド090を始めたことで得た経験っていうのが人生ですごくウェイトを占めてる部分も多いので、それを続けたいな、できる限りっていうのはありますね。更新が出てきたらいいですね。そうなんです。更新育成したいです更新育成したいです。一緒にツアー回りたいもん。一番いいねそれね。一番なんか仲間がどんどん増えるっていうのが楽しいなって最近思ってて、でわしらもね東京に9991っていう友達ができたりとかいろいろあって、そうそう、なんかもっと増えたら嬉しいよねっていう、単純にみんなと友達になりたいですはい、はい、すごくいい目標ですねはい、ありがとうございます。はい、というわけで今回お話を伺ったのはガールズハードコアバンド090の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 You guys were watching Okinawa Snap Taste. See you next time.